ご隠居。止まれ止まれ。止まらんか。手前どもは、越後のちりめん問屋の。あれは、手前の孫娘でございます。不埒な格好をとうておる。不埒って、町娘の予想としては標準的だと思いますけど、そんなふざけた格好で関所を通れると思っているのか。ダメなんすか？ダメなんすか。第一お前は、なぜ歩いておる？意味わかんない。話にならん。帰れ帰れ。ご隠居。まったくクソ生意気な役人でございますな。後で切腹申し付けとくわ。何あれ？激おこぷんぷん丸だわ。孫娘ちゃん、孫娘ちゃん。こっちこっち。女の子はね、関所を通るとき、振袖を着る決まりなのよ。マジっすか？振袖なんか持ち歩いてないっすよ。はい、これ。貸衣装。おかみさん、あんた、茶店じゃよな。関所前の茶店は貸衣装屋を兼ねてるものなのよ。へえ。へえ。すいません。これ、セクシーなんですけどおー。おー。おー。こんなんじゃ恥ずかしくて外歩けない。あら、あるかなくっていいのよ。ちょいと。へえ。えっほ。女の子はね、カゴに乗って関所を通る決まりなの。足なんか見えないのよ。通ってよし。関所にはそれぞれローカルルールがあり、少女の清掃である振袖着用及びカゴ通行を義務化した関所があったという。また、主要な関所では、少女は振袖、大人は留袖通行が義務化され、関所近くの茶屋などが衣装をレンタルしていた。ご隠居。手前どもは、女手形。越後長岡藩主、牧野忠成様に書いていただきました。年は15っす。失格。帰れ帰れ。ご主人、どういうことじゃろう。独身。です。彼氏募集中っす。じゃ、これですわ。女って書いてあるでしょ。お嬢ちゃんの場合、独身老人だから、女って書かないとダメなんですわ。たったそれだけか。まあ、越後に引き返して書き換えてもらうしかないですな。たったそれだけで子供は、女。大人は、女。などと書かねばならなかった。女手形には正確性が求められた。些細な語気、文字のかすれ、印の滲みなどで関所通過を拒まれたのである。旅行者は地元に戻るか飛脚を飛ばすなどして、手形を書き換えねばならなかった。女手形は金がかかるのである。ご隠居、小女問題、どうしました？書き加えといたわ。どうせわしらの手形は全部わしの偽造じゃからの。そしたらご隠居、今日は別の関所に行きましょう。馬券なブス。ケミの馬場に？おかみさん、どういうことじゃろう。じゃあ、髪型かしら。あら？お嬢ちゃん、あなた、お武家さんね。違います。どっからどう見ても普通の町娘っす。どうして武家の娘だと？ほら、髪の毛。毛先をきれいに揃えてるでしょ。これって大名家ファッションなのよ。セレブカットね。大名の嫁娘以外で毛先揃えるのは、女装して逃亡中の男の犯罪者だけね。女手形には、髪型や髪に隠れた傷、抜け毛が多いこと、あざ、出来物の位置など、身体的特徴を書き込まねばならなかった。毛先を揃えたセレブカットなら、髪、切と記入しない限り関所は通れないのである。ダメ。なんでですか？小女って書いてあるじゃないですか。ダメ。髪切りって書いてあるじゃないですか。ご主人。お嬢ちゃん、眉毛剃ってるな。書いてんだろ。江戸で流行ってたっぽいんで、歌舞伎物的な？眉毛剃って小女は通用しねえわ。ご隠居さん、飛脚呼びます？入れば通れますけど。お弓、何日で生え揃う？ 1ヶ月？滞在費がかさみますな。よし。関所破りじゃ。江戸幕府は関所破りを4種に分類していた。山越え、強通、忍び通、偽り通である。いずれも読み方が合っているかはわからない。多分違うんじゃないかな。山越えはその名の通り、関所を避けて山を抜けるやり方である。主要関所においての成功率は高くなかったようだ。山越えの密告に報奨金が出たため、地元民、雲助らが目を光らせていたのである。それでも超えていく者はいた。すいません、お姉さん。道に迷ったの？関所に行きたくて。連れてってあげる。どうもありがと。よいしょ。よいしょ。
という強者の例が報告されている。地元民に化けたこの女、後に捕まり遠島に処せられた。山越えは基本、貼り付けである。交通とは、暴力的手段で関所を突破することを言う。司祭である。幕と、国定中寺はこれで貼り付けになった。手形はあるのだな。へえ、旦那。そこで待っておれ。へえ、旦那。今だ。忍び通は、役人に従うふりをして、逃げ出すことを言う。処罰は追放である。江戸には入れない。偽り通は、手形を偽造変造し、また変装するなどして役人を騙すことを言う。黄門様ご一行がまさにこれである。刑罰は、最悪死罪である。うちら、死罪、御三家だから。やりたい放題よ。そんなことより山越えじゃ。あ、関所破りだ。役人に知らせろ。あいつら捕まえろ。逃げるぞ。じじいが逃げ遅れたぞ。じじいを捕まえろ。ご隠居。ご隠居。お早いお帰りで。関所破りは中止。不正は嫌いじゃからの。ご隠居。あれが有名な箱根の関所です。日本一女子チェックが厳しいそうです。誰がわざわざあんなめんどくせえとこ通るかい？ゆるそうな関所に行くぞ。やったー。ダメだ。通すわけねえだろ。この、たわけが。おととい来い。つうか、もう来るな。どこも手形すら見てくれんでのう。ご主人、どう思うね？この辺りの小さい関所はみんな女子の通行全面禁止なんですじゃ。女子は箱根関所に行かんとならんのですじゃ。江戸幕府が設置した関所65カ所のうち、最重要地点とされたのが箱根、今切れ、福島の3関。これらを、親関と言った。親関では特に女子の検査が厳しかった。箱根関所の周辺には小規模な関所が配置されていたが、その多くが女子全面通行禁止であった。箱根から同じ親関の今切れまで、53関中17関が女子完全通行止めであり、江戸から西へ向かう女子は必ず箱根関所を通らねばならない仕組みであったのだ。しょうがない。こうなったら正々堂々、箱根を突破するぞ。おー。もし。旅のお方。女手形を見て信ぜよう。ほう？鑑定屋さんか。箱根関で通用するか、あんたにわかるかね？おっちゃん、わかんの？関所付近では、手形の内容を鑑定、アドバイスする商売が行われていた。また、関所によっては地元民の通行が容易であったことから、家族、旅籠女中などのいわば名義貸しも商売として成立していた。しかし、親関で名義貸しは通用しなかった。ご自立自多数、差し戻し間違いなし。指摘通り直すべし。ご隠居。漢字苦手だったんですか？懸念材料はここな。三井門と申す者の孫娘。これが？略称町人なら、申す者は不要。誰それの孫娘、と書くべきだ、と指摘する関所役人の記録が残されている。女手形は役人個々のふわっとした感覚だけで、要飛脚になることがあったのだ。そもそも関所の役割とは何なのか。江戸時代においては、幕府への反乱を除去する目的が関所にはあったとされている。入り鉄砲に出女という、近代兵器である鉄砲の江戸輸入を防ぎ、人質である大名制裁の江戸統合を阻止することで、幕府防衛に役立てる。というのが関所の目的であり、その最重要地点が箱根関所だったと考えられている。だが、拙者、サバイ藩、マグロ田酒右衛門と申す。お通りくだされ。沼津藩、水野家家臣でござる。お通りくだされ。そもそも武士に通行手形は不要な上、主の加盟を得さえすれば通行かという緩さで。私物の鉄砲でござる。反動量から借り受けた。お通りくだされ。入り鉄砲も所有者本人が書いた鉄砲手形があれば江戸への持ち込み OK。鉄砲手形。それは知らなんだ。ま、いっか。お通りくだされ。手形がなくても結局は通した、という記録すらある。本当に幕府防衛の意図があったのか疑わしいほどのガバガバぶりであったようだ。関所は幕末の幕府防衛には無力であった。反乱候補者である侍の検査が甘々だった一方で、女子には厳しかった。町人、百姓には通行手形が必要であった。男子の場合、手形に書き込む内容は、旅行団の人数と目的地といった大雑把なもので、発行者は庄屋など村の有力民間人で構わなかった。ご覧のイラストは実際の男手形をほぼまんま現代語訳したものである。一方、女子の場合、身体的特徴のほか、出発地、目的地、旅行日程、旅行の目的、カゴを使う場合その台数など、細々とした情報の書き込みが求められた。旅行団員の身分証明書、健康診断書、旅行計画書をセットにしたようなものだった。発行者は地域の最上位機関でなければならなかった。江戸から出立するなら老中、もしくは江戸城留守役の、地方から出立するなら国主、大名などの署名と印が必要であった。現代に例えると、パスポート入荷したよー。おっちゃん、一枚ちょうだい。男子のパスポートは町内会長が配布し、女子のパスポートは、閣僚、都道府県知事、地元選出国会議員の発行、といったイメージである。
女手形は申請から発行まで時間を要する上、関所で足止めを食らいやすく、金も手間もかかってしょうがないのである。では、参るかの？はぁ、おー。はい、そこまで。手形、まずは男を。庄屋の太郎左衛門さんに書いて。はい、君らは合格。向こうの待合室で待っててね。女手形。越後長岡藩主、牧野忠成。ケニバー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 。ケミバーよ。ケミのババが来たわよ。あれがケミのババなのね。あれが。ケミバーとは、関所における女改め方の通称である。頭髪検査を重視していたため、ケミのババ、ケミバーなどと呼ばれていた。主に関所役人、宿場役人の妻女がケミバーを務めた。ケミバーは恐れられていた。大名制裁の女改めも担当し、勝手に権威づき、一般旅行者に対する態度は不遜、傲慢。ケミバーのご機嫌を損ねると。私に逆らうのかい？だったら女改めは中止だね。何ヶ月でも好きなだけここにいたらいいさ。ケミバーのご機嫌伺いには賄賂が必要であった。こっちこ。お弓？頑張るんじゃ。うん。跳ねろ。跳ねろ。はい。さい。はい、バンザー。いきなりおっぱい揉まないで。揉むほどねえ。ツルツルじゃ。お前、男だろ。跳ねろ、とは、性別検査の掛け声である。容姿微妙な者、女装逃亡者、若衆影間の疑いある者は、跳ねろ、の掛け声で飛び跳ねた。長い者が揺れたらアウトである。ちぶさ改めも性別検査の定番である。髪見せろ。痛い。頭髪検査は厳密に行われた。で、女は縁側に連れ出され、髪を解かれた。髪切りの疑いありとされた者は、ケミバーに命体制での検査となった。老中署名の女手形に、煩いにて髪抜け、と書いてあろうが、ケミバーが嘘と断定すれば嘘になる。で、女がお上を欺いて書かせたとして、手形の書き換えを求められるのだ。父出せ父。いやん。背中見せろ。めくれ、ケツ出せケツ。足開け。無理。髪以外の身体検査も厳しく行われた。ハゲ、あざ、傷、お灸の跡など、手形に記された部位と実際とを照合する。手形の内容と符合せぬ場合、関所破りとして罰せられることもあったという。この部位検査が行われたのは頭髪同様縁側だったのか、別の場所だったのかは不明である。ありがとうございました。ケミバーには心づけを渡す習わしだった。百姓なら2種か一部である。手心を期待して相場より多めに、頭髪検査前に渡していたようだ。ケミバーがお辞儀をすると、それが女改め終了の合図である。以上大なし。とって、よし。お弓？よく頑張った。全然大したことなかったわ。全然だったんだからね。よしよし。はっはっは。それにしてもご隠居。女改めは過酷なものでございますな。何しろ弓の部位検査、これじゃからの。お弓、お前すごいな。脱いだらすごいんだから。いや、そういうことじゃなくて。こうして謎の美少女弓と黄門様ご越行は、無事箱根関所を通過した。果たしてご越行に立ちふさがる陰謀とは、お弓の正体とは、江戸の平和を取り戻せるのか、といったストーリーはこの動画にはない。では、最後に、旅行団の人数が増減した場合について見てみよう。人数が減るのはこんなケースである。ゲボ？あ、死んだな。じいちゃん死んだ。死亡者が出た場合、その旨関所役人に口頭で説明すれば問題なかった。旅行団の人数が増えるのはこんなケースである。スケさん。お弓。スケさん。お弓。うっかり生まれちまいまして。うっかりなんです。生まれたのが男児なら、関所役人に口頭で説明するだけでよかったが、生まれたのが女児ならば新たな手形を求められた。関所は女の子の赤ちゃんにも厳しかったのである。関所には猫は通さないという定めがあった。死体と区別するためである。どんな幼子であっても起こして通過させなければならなかった。ところが、全国で一箇所だけ猫をそのまま通していた関所があった。箱根の関所である。どういうわけか。猫は通さず、猫は通さず、と伝わり、箱根は猫の侵入に目を光らせるようになっていたのである。箱根の関所は、入り鉄砲、で女、そして、猫を監視する関所であったのだ。